皆さん、こんにちは。お久しぶりですね。はい。久しぶりに、今日は、トラベラーズノートを持ってきました。はい。東京ステーションエディションなんですけど、今年もここに、読書ノートを書いています。なぜまた読書ノートを持ってきたのかと考える方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今日はここの読書ノートで必ず使っているそのスタンプたちを全部集めて動画にしてみようと思って撮影をするようになりました。で、実は読書ノートに使っているスタンプに関しては何回か少しずつ他の動画でご紹介したこともあるんですけど、今回ちょっとまとめてどういう製品を使っているのか、そしてどういう感じで使っているのかに関してもうちょっと語ってみようと思います。はい。まず、多分、私の動画をいっぱい見ていらっしゃる方々は、もうすでにご存知だと思うんですが、私は読書ノートを2つの種類を使ってるんですね。まず、前にマンスリーノートを使います。そして、その後ろには、レビューノートを書くんですけど、これは、方眼ノートを使ってるんですね。で、まず、マンスリーノートに使ってるスタンプを見てみると、多分このように、私はもうフリーのマンスリーノートを使ってるんですよ。で、もともと、全部書いてるマンスリーの場合、月曜始まりになってるんですね。で、私の場合結構日曜始まりが慣れてる方なので、わざわざフリーマンスリーを買ってって、ステンピングをして使ってますね。まあ実際手で書いてもいいんですけど、なぜかちょっとスタンプで取ると、ちょっと綺麗にまとまる感じがしてて、こういう形をとってます。もともと多分皆さんよく知ってるように、こういう状態で販売されてるんですね。ここに、この部分はボールペンで縫って、数字書いて使ってるんですけど、他の部分の場合は、ここに月のスタンプを押して、そしてここに曜日、そしてこの中に数字で埋めて、使ってます。日曜と祝日だけ赤で取ってるんですけど、基本ここに使ってるスタンプは全部、この子を使っていますね。多分皆さんめちゃくちゃすでに使ってる方々もいらっしゃると思うんですけど、子供の顔から出てる、この、ミニ文字スタンプセットっていう、カレンダーバージョンです。で、ここ結構いっぱい入ってるんですよね。必要なものがいっぱいたっぷり入ってて、まず数字が1から0まで全部入ってて、1月から12月まで入ってるんですね。そして曜日のスタンプが入ってます。なので、これ1本で全てのマンスリーとかカレンダー、日付に関するものは全部取れると思いますね。で、多分カレンダー用のこういう数字とか曜日とか入ってるスタンプは結構いろんなバリエーションあると思うんですよ。大きいものもいっぱいあるし、文字のスタイルも結構違うものもいっぱいあると思うんですけど、私にとってはダイアリーとか手帳に使うには、このサイズが一番小さくて楽なサイズだと思ってるので、これを結構愛用してますね。これ結構昔買ったので、こういうデザインになってるんですけど、多分最近は中身は同じくって、外側だけちょっとデザイン変わって全然販売してるので、興味がある方は皆さんちょっとぜひ使ってみてください。はい。で、このマンスリーの方にこのカレンダー用だけじゃなくてまた使ってるのが、このように私星の点数をつけるように星のスタンプを取ってるんですよ。で、5つの星があるそういうスタンプを使ってるんですけど、これは、この製品を使ってますね。これ何回かちょっと紹介したことあると思うんですけど、5ミリ幅。だから私の場合、5ミリ方眼とかよく使うので、5ミリ幅のものを結構いっぱい使ってるんですけど、5ミリ幅のもので、長さが2センチぐらいですね。2.1 センチだと思うんですけど、それぐらいの、星が5つ入ってるものを使ってます。これは、ですね、オンラインショップで購入したんですけど、お散歩ショッピングっていうところ、ウェブサイトから、注文して、
使ってます。あのサイト結構いいのが、結構いろんな、5ミリ幅とか、6ミリラインとか、7ミリとか、結構サイズによって、ノートの種類とか、いろんな手帳の種類によって、結構いろんなバージョン、いろんなバリエーションがいっぱい入ってるので、手帳好きの方とか、手帳にスタンプをよく使ってる方は、ぜひチェックしてみたら、いろいろちょっとお財布が、軽くなりそうな、そういう可愛いスタンプがいっぱいあることを発見できると思いますね。で、またこちらは方眼ノートに書いてるレビューノートなんですけど、レビューノートの場合は、はい、このように使ってるんですね。結構読書ノートを見ていらっしゃる方々は見慣れている、そういう風景だと思うんですけど、このように上に日付のスタンプを取って、そしてまたその星のスタンプを取って、そしてこっちになんか風船みたいな形の文字のスタンプを取ってます。はい。こっち、茶色の方と、そして黒で取ってるんですね。ですね、この風船型のものは同じところです。星のスタンプと同じところをお散歩ショッピングから買ってって、これですね。ピンクとポイントっていうところで、星と同じサイズですね。はい。こう、高さ5ミリで、そして幅が2センチぐらいのものを使ってます。ですね、もっと大きいやつもいいかもしれないんですけど、私結構5ミリ方眼の方眼ノートをいっぱい一番よく使ってるので、このサイズが一番私的には合うサイズだと思ってて、いっぱい活用してます。これだけじゃなくて、前の動画にも紹介したように、ほぼ日手帳とかで使ってる、こういう別の種類のスタンプもあります。このようになんかいっぱいちょっと風船型のものがあってて、意外と私のようになんかちょっとあんまりよく飾れない人、デコレーションが苦手な人でも、ちょっとポイントでポンとタイトルを押してくれるだけでも結構何かあるような、ちょっと立派な手帳になっていく、立派なノートになっていく感じがしてて、すごく愛用している必須アイテムです。はい。で、それで上に取ってる日付のスタンプは、こっちの多分これ台湾産だと思うんですけど、シャイニーっていうところから出てる、データスタンプです。これ D5 サイズって言ってて、多分一番ちっちゃいサイズだと知ってますね。はい。それを結構前から買って使ってるんですけど、多分これ日付あんまり残ってない気がしますね。見たら、2013年から使ってます。はい。スタンプパッドが塗っているところ見たら、そうですね。2013年から使ってて、多分これ、2023年までになっているので、あんまり残ってないですね。はい。2年後には新しいものを買わないといけないっていう状況です。それぐらい、すごく長い期間お世話になっているスタンプですね。はい。よく使ってます。はい。で、このような種類のスタンプを使ってるんですけど、実は多分、これ紹介するために動画撮ってんのっていう感じになるかもしれないんですけど、実はそれじゃなくて、ですね、スタンプパッドの話をしたいんですよ。ですね、多分私結構よく長く愛用してきたスタンプパッドがあるんですけど、これはこれです。子供の顔から出てる、このスタンプパッドなんですけど、これちゃんと見ると油性ですね。なので、これ、すごく鮮明に綺麗に取れて早く乾くんですよ。だから、ものすごくよく使ってたんですけど、なぜここを言ってるかというと、多分これ、私の昔の、読書ノートなんですね。2017年か。はい。読書ノートなんですけど、めちゃくちゃ鮮明に綺麗に撮れるんですが、ただ結構映るんですよね。裏写りがあるっていうことで、まあでもこれは MD ノートだから、まあちょっとマシな方っていうか、そこまで不便ではないんですけど、たまになんか裏写りするときに、このようにちょっと、万年筆で書いてるので、字が滲んでしまうっていうところが、ところあるんですよ。だから、これをちょっと改善したいなと思って、今年は、一般
水性のこうスタンプを使ってるんですね。皆さんよく文房具で見つけるこの一番定番っていうか一番使いやすい方なんですけど、色も結構いろんなバージョンあるんですよね。で、これを使ってるんですね。で、やっぱりちょっと薄めではあるんです。なんですが、でも、裏が全然映らないっていう気がしてて、すごく、楽に、今年はこちらで使ってるんですね。なんですが、本当に久しぶりに今日文房具ショッピングを行って、それで、噂のそのスタンプパッドを発見したんですよ。で、それが、これです。はい。Versamegicって書いてあるこの商品なんですけど、これ結構私もインターネットとかでよく、手帳とかでよく使われるとか、裏写りがあんまりないっていうことで、有名だっていう話を聞いたことがあるんですね。なので、それを発見したのでちょっと買ってみて、今日試してみたんですよ。で、実際この MD ノートとかはちょっと厚い方なので、そこまであんまり差が出ないかなと思って、わざわざ友えりばに取ってみたんですね。ほぼ日手帳にやってみたんですよ。ほぼ日手帳結構スタンプには本当に良くなくって、結構ちょっとこちらの有線インクとかで取ったりすると、すごく次のページまで全部インクが出てしまうことよくあったんですけど、これで3パターンで取ってみたんですね。これなんですよ。で、わざわざちょっと、面積が多い、インクが当たる面積が多いスタンプで取ってみたんですけど、こちらすごく鮮明に取られてるんですけど、これが、このインクです。はい。新しく買った、この、Versamegicのインクです。で、これちゃんと水性なんですね。水性のインクであって、この真ん中のちょっと、薄い方が、この一般の、スタンプパッドなんですね。で、こちらが、私が今まで愛用してきたこの有線のインクなんですよ。で、結構、両方とも鮮明なんですけど、ちょっと鮮明の形が違うんですね。色合いがちょっと違うんですけど、これを裏側を見てみると、そうですね。こっちすごく鮮明だったのに、裏写りがないんですよ。で、こっちは、ちょっと見えるかわかんないんですけど、ちょこちょこ点すごく強く出てるところがあって、それは次のページまでインクが出てしまう、そういうところなんですね。はい。で、別の、色もやってみたんですよ。で、多分、こちら、ほぼ日によく使ってる、ものをやってみたんですけど、こっち上に同じく黒でこの順番で取ってみたんですが、下にもまた新しく青の方と、そしてこの、はい、数線のものですね。これ取って、そしてこの最後が、実はこれ、私紺色も持ってるんですよ。で、このような順番で取ってみたんですよ。多分両方ともちょっと鮮明な方なんですが、裏を見ると、やっぱり、こっち映らないんですね。鮮明だったのに映らなくて、こっちの方を結構ちょっと点の滲んできてる部分あるんですね。なので、次のページまでインクがもう出てしまう、そういうところなんです。はい。で、こんな感じになってた、ちょっと茶色も取ってみたんですけど、はい、茶色の場合はこっちの油性インクはなくて、多分、ちょっと色合いだけ違う感じで、あ、これだ。これが、こっちですね。こっちで、これで、この水性のインク。そして、こっち、こうやって取ってみたんですよ。はい。やっぱりちょっとこっちの方がめちゃくちゃ鮮明なんですけど、そして、裏側見ると、ほぼ同じぐらいなんですね。で、それで、ちょっと私、今日興奮しちゃったんですよ。いつも、ほぼ日手帳とかに、スタンピングをするときに、結構ストレスだったんですけど、意外と、こんなに鮮明に取れるのに、裏写りしないスタンプパッドがあったんだっていうことが、ものすごく嬉しくって、実は私、システム手帳用の、トモエリバーの、リフィール
の紙もめちゃくちゃ持ってるんですよ。で、そこにちゃんとこのスタンピングができるようになったなっていうことを、気づいてめちゃくちゃ今嬉しく、動画を撮ってるんですけど、もし多分私みたいな、そのスタンプパッドに関するストレスあった方々いらっしゃったと思うので、ぜひ多分似てる悩みを持っていた方は、このスタンプパッドを試してみるのもいいかなと思います。もうすでに文房具屋さんでも薄い紙でも裏写りしない、しにくい、そういうスタンプパッドだと紹介をしてたので、ぜひちょっと気になってる方は試してみたらいいかなと思います。はい。すごく久しぶりの動画だったんですけど、ものすごくちょっと興奮しちゃって、はい、これはぜひ紹介しないといけないと思って、急いで動画を撮るようになったんですけど、はい、これからもちょっとなんかこういう嬉しいことがいっぱいまたできてて、新しい動画を撮りたいなと思います。はい。今日は一応ここまでにしてて、また次の動画で会いましょう。最後まで見ていただき本当にありがとうございました。はい。バイバイ。